自転車輪行で日本一周。今回のスタート地点である名古屋に向かっています。東海道本線で大井川の鉄橋を渡っています。今渡っている下り線の鉄橋は100年以上前の1988年に完成。橋脚はレンガ製、長さは1018メートルです。右側に見えている上り線の鉄橋は1959年に完成。橋脚はコンクリート製、長さは1062メートルです。名古屋に向かう途中で貨物列車とすれ違いました。貨物列車は夜中に運行しているというイメージが強かったのですが、こうして昼間にもたくさんの貨物列車が運行しています。大垣行きの特別快速で名古屋に到着しました。この日は名古屋で宿泊します。2021年4月3日朝の5時半です。今名古屋にいます。自転車を組み立てるところをご覧いただきます。ホイールを縛っている紐を外します。保護用の金具を外します。ホイールを取り付けます。ボトルを取り付けます。スマホホルダーとライトです。袋を畳んで紐や金具も片付けます。ナビゲーション用のスマホを取り付けます。終了しました。こんな感じですが、名古屋駅前にいます。今日は浜松まで行きます。この間うなぎ食べれなかったので、今日は絶対うなぎ食べたいと思います。それでは行ってきます。世界の山ちゃんの看板を見ながら出発です。今日の最初の目的地、熱田神宮へ向かいます。名古屋モード学園のスパイラルタワーです。ねじれたデザインが特徴的です。朝の6時前なのでまだ道路も空いています。熱田神宮は天照大神を祀り、天皇の皇位継承の際に使われる三種の神器の一つ、草薙の剣の所在地として知られています。熱田神宮にはなぜか鶏が住んでいます。名古屋市内の国道1号を浜松方面に走っています。Google マップによると、この日の行程は106キロです。桶狭間古戦場の横を通りました。1560年、織田信長軍と今川義元軍がここで合戦を行いました。こちらが蜂須賀五六と豊臣秀吉が出会ったという出会いの像です。矢作川に架かる矢作橋のたもとにあります。
矢作橋ができた1601年には豊臣秀吉は亡くなっており、この話は作り話であると言われています。歌川広重が描いた東海道五十三次岡崎にも矢作橋が描かれています。この絵の中には岡崎城も描かれています。矢作橋を渡ると桜に囲まれた岡崎城がありました。1452年に築城され、1542年にはここで徳川家康が生まれています。現在の天守は1959年に再建されました。名鉄電車が通り過ぎましたが、丘の上に名古屋鉄道と書いた大きな施設があります。ちょっと見えにくいかもしれませんが、何両か車両が止まっています。車両基地なのか、あと建物があるので車両の整備などをするところかもしれません。東海道五十三次36番目の宿場、赤坂宿へ到着しました。ここは旅籠大橋屋です。1649年に創業し、1705年に建物が建てられました。2015年まで実際にここで営業をしていました。2階にも上がれるようになっています。綺麗な波のまま。歌川広重の赤坂には大橋屋が描かれています。蘇鉄と石灯籠が当時を忍ばせます。五湯の松並木は東海道の中でも特に美しい松並木とされ、約600メートルにわたって約300本の松が植えられています。昭和19年に天然記念物に指定されました。松並木の後には綺麗な桜並木がありました。音羽川という川の川岸です。これより姫街道の看板がありました。五湯宿から見附宿まで浜名湖の北を通って60キロ。姫街道の名前の由来には諸説あるようです。吉田城に到着しました。この前には豊川が流れています。石垣が見事です。吉田城は1505年に築城され、半石奉還後1871年に廃城されました。1954年に今見えている黒金櫓が模擬再建されました。広重の浮世絵にも豊川に架かる豊橋と吉田城が描かれています。向こうから路面電車がやってきました。全国でも珍しくなった路面電車ですが、豊橋鉄道市内線は営業キロ 5.4 キロ、6月から8月の間は納涼ビール電車というのも運行されるようです。こちらが東八丁の電停です。高川宿の本陣に来ました。大名が参勤交代時に宿泊をした本陣ですが、建物が現存するのはこの二川宿と草津宿だけです。
こちらが本陣の建物です。この辺りは古くからの建物も多く、このように旅籠や商家の看板を出してその雰囲気を残しています。ここは新井の関所です。1600年に徳川家康により創設されました。現在の建物は1858年に再建されたものです。それにしてもあのアニメの親方様のお屋敷にそっくりです。浜名湖サイクリングロードの看板を見つけました。浜名湖サイクリングロードは浜名湖を一周する約67キロのコースです。太平洋岸自転車道は千葉県銚子市から和歌山県和歌山市を結ぶ全長約1400キロの自転車道構想です。浜名湖に架かる弁天橋を渡っています。浜名湖は汽水湖ですが、この時間は引き潮によって画面左から右に向かって川のように水が流れています。浜名湖の北雁下にやってきました。雁木とは階段またはそれに似た形状を持つ構造物のことです。ここでは雁下と発音するようです。1657年から1661年にかけて作られました。左側の石垣の白い部分は昭和28年の台風で崩れたものを積み直したものです。常夜灯もあります。そしてようやくうなぎにありつけることになりました。こちらの鶴屋さんは創業100年、名物のイダン丼をいただきます。イダン丼はうなぎがご飯の中にも隠れています。とても美味しくて大満足です。ごちそうさまでした。舞坂宿の脇本陣です。脇本陣は本陣の利用が重なった場合にその代わりを務めました。漆塗りの風呂桶です。天保9年1838年。井上薫が書いたって書いてありますよ。下段一の間にはなんか当時の図材がまだ残っているとおっしゃってましたけどね。こういうとこでしょうかね。本陣が平屋建てが基本であるのに対し、脇本陣は2階建てであることも珍しくありません。何ですか、カゴだ。太平洋岸自転車道路のマークがありました。ここからしばらく松並木が続きます。五湯の松並木も素晴らしかったのですが、舞坂の松並木もなかなかのものです。浜松まではあとわずか。東海道本線と並行して走ります。高塚駅で左折します。東海道新幹線の下をくぐります。Google のナビによってまたこんな道を通っています。朝早く出発したので、時刻はこの時点でまだ15時前でした。余裕を持って浜松に到着することができそうです。すでに浜松市内に入っており、次の目的地の浜松城までは残りわずかです。
浜松城に着きました。浜松城の築城は1500年代の初期で、当時は引間城と呼ばれていました。1570年に徳川家康が城主となり、浜松城と改名。1586年に駿府城に移るまで、家康はここを本拠としました。浜松城には約330本の桜が植えられ、桜の名所となっています。浜松駅近くの銭湯友栄湯で汗を流して帰ります。浜松に到着しました。走行距離は116キロ、タイムは6時間41分でした。